今日は結構風が強いな。ちょっと寒い？日が出るかな？まあ、気にしないで行こう。前に集めておいたクズのつるがいい感じに乾いてる。これで加工が作れるな。昨日、あの辺りでネズミを見つけたんだ。火を持って行って、一気に攻める。一番太いところを使う。ビンロウみたいに噛んでほぐす。これくらいでちょうどいいな。火のそばで軽く炙る。いい加工になるぞ。ここまで焼いておいて、その間に魚の様子を見てくる。何もないな。よし、このまま焼いておく。石をいくつか集めよう。火が安定するからな。乾き具合は十分だ。ネズミの巣はここからだ。多分1時間ちょっと。これだけあれば足りる。しばらく燃え続けるはずだ。行こう。燃え方最高だな。外を竹筒で覆うか。もう一本作るか。木の棒で包んでもいい。空気が減ってもっとゆっくり燃える。こういう木の穴は要注意だ。中に蜂がいることが多い。最初の穴はここだ。ここはもうネズミの通り道になってる。ツルツルしていてこのくらいの幅だ。この山のネズミ本当に太ってる。岩壁沿いに移動して低木に隠れて天敵を避ける。コート3岩屋って言うけど、ネズミの巣穴も本当に多い。ここだ。こんな感じで入ってる。出入り口はツルツルだ。巣穴は全部この大きな岩の周りに集中している。いくつかの穴を塞いで一番下の一つだけ残す。これ9月玉木だ。ネズミにかじられた跡だ。ここがメインの入り口。横にも穴がある。上の横穴は塞いでおこう。この石の上も全部塞いでいく。ここもだ。この乾いた薪を使う。この小さな木の束が
今の火種だ。もうこんなに短くなった。一匹どこかに逃げたな。こんなに太ったヤマネズミは初めてだ。うわっ！これは大当たりだな。靴を履いて拠点に戻る。まず火種はちゃんと埋めて消しておく。よし、これで OK。間違いなく今までで一番大きい。完全に予想外だ。火を起こそう。外で毛を処理する。まず少し濡らしてから火で炙る。いい感じだ。少しずつしっかり炙れば毛が抜きやすくなる。ほら、今は簡単に抜ける。一気にごっそり取れる。うわ！どうだ？いい色してるだろ？塩を振って焼く。これはしっかり時間をかけて、ヤマネズミはいろんな金を持ってるから、全体にまんべんなく塩をすり込む。内臓はもう取り除いた。臭みもほとんどない。よし、焼いていこう。これはじっくり焼くのに時間がかかりそうだ。もう油がジュージュー出てきた。まだ焼く。今は表面に火が入っただけだ。あと30から40分までは必要だ。いい感じに油が出てる。ここまで焼けば多分大丈夫だ。味見してみよう。この季節のヤマネズミは本当に脂が乗ってる。
まい。最高だ。この足の油たまらないな。ほてー。尻尾は釣り餌に使える。内臓は葉っぱに包んで水場の下に沈めてある。うん。見て、この皮一枚きれいに取れた。指を見てくれ。もうテカテカだ。油でベタベタだ。今日はどのルートで行くか考えよう。ちょっとお腹の調子が悪いな。はあ。日に日に寒くなってきている。昨夜は何度も寒さで目が覚めた。空は一面どんよりしていて、視界もあまり良くない。今日の行動ルートをちゃんと考えないと。野外サバイバルでは魚より植物の方が手に入りやすい。そして魚は山の鳥よりも捕まえやすい。今はヤマネズミの内臓がある。今日は魚用の仕掛けを増やそう。この内臓を餌に使う。もう少し弦を集めよう。これだけあれば十分だろう。どれも長さがあってシェルターにも少し残っている。作業を始めよう。後で外で大きな火を起こして魚を焼香。よーし。同じ長さに切り揃える。曲げていく。外の魚だまりに設置する。これで3つ完成。スピードさん、こんにちは。編み方もレベルアップだね。正しい方法を思いついた。
この構造なら作れるか試してみたい。わざわざ別のロートを作らなくてもいい。この部分を切り落として逆向きに差し込む。これで通り道ができる。魚はここから入る。今これを曲げて固定する。ロート部分を内側に直接編み込む。すべて編み終えたら前面を外す。ここから出し入れできる。上をバクって、このくらいの隙間を残す。中に餌を入れるためだ。この木の線を外して反対側をしっかり塞ぐ。完璧だ。線にしていた木の棒を外して、こちら側は草でしっかり塞ぐ。この内臓は自分で食べることもできるけど、もっと多くの食料に変わってくれるはずだ。かなり生臭い。時間はかかったけど、やる価値はある。大きな仕掛けが5つ。家の下の2つと合わせて全部で7つだ。先に仕掛けてこよう。どうか魚が入っていますように。蜂の巣のあった場所がちょうど目隠しになる。身を隠すにはちょうどいい。靴を脱がないとこの草履は水を吸ってしまう。よし。火を起こして体を温めよう。今夜は野生のタロイモを食べる。もう少し火を強くして、じっくり焼いていく。野生のタロイモは里芋科の植物で根茎に毒性がある場合がある。下処理は非常に手間がかかる。だから安易に真似しないでください。本来なら水にしばらく浸すべきだけど、今日は寒すぎる。とにかくしっかり焼き切ろう。これで大丈夫なはずだ。もう石みたいに硬い。
日が安定してきた。悪くないなあ。今日から仕掛けは全部で7つ。それぞれ1匹ずつ入れば7匹になる。少しずつ暮らしが良くなってきた。お腹がかなり気持ち悪い。吐き気がしてきた。タロイモの下処理を少し省いてしまった。きっとあのタロイモのせいだ。こんなに気分が悪くなるなんて。吐いた。少し楽になった。昨日は完全にやらかした。前に食べた時も胃は痛くなったけど、なんとか耐えられた。でも、昨日は疲れすぎていて、下処理を省いてしまった。水にもさらさず、茹でずにそのまま焼いて食べた。ここで一つ忠告です。野生のタロイモは基本的に毒があります。サバイバルの主食には向きません。処理が本当に面倒で、一つ間違えれば危険です。今も正直きつい。体調はかなり悪い。でも昨夜よりはマシだ。とにかく栄養を補給しないと。少し動くだけで全身がだるい。少しだけ黄金を持ってきた。竹筒に水を入れて、ほぼ空っぽの状態だ。だから今日はこれを煮て食べる。少しずつ。棒で皮を削っておいた。柔らかくなったらしっかり潰す。粥みたいにして流し込む。
痛い？ちょっとこぼれた。柔らかい。茹でたじゃがいもみたいだ。まだ水が少し残っていて助かった。黄金ペースト完成した。まだ粗いな。細かい方が体に入る。火を少し強くする。少し休もう。全身が重い。でも備蓄はまだある。今日はシェルターで回復に専念する。昨日は丸一日と一晩、本当に地獄だった。今はだいぶ落ち着いた。少し焼いて食べよう。十分も焼けばもう食べられるだろう。食べたらまずビクを見に行く。餌はネズミの内臓だ。今日は当たるはずだろう。焼けた。いい感じだ。黄金は中国で金を補う九大戦争の一つらしい。まだ7から8まで金は残っている。これを主食にして、この先何十斤も食べるかもしれない。何十斤も食べた男がどれだけ強くなるか想像してみろ。お。よし、ビクを回収しに行こう。頼むぞ。あれ？釣りで坊主なんて普通にあるよな。高級な竿でも大物が来るとは限らない。
ネズミの内臓食わないのか？全く触られてない。まだ3つある。サバイバルで一番大事なのは心の安定だ。取れたらラッキー。取れなくてもそれが現実。あれだけ手間をかけて5つも作って餌まで用意したのに1匹も入っていない。野外では失敗の方が多い。でも失敗が俺を決めるわけじゃない。失敗しても止まらない。前に進むだけだ。次はさらに上流へ黄金を探す。よし、行こう。また一つ見つけた。今日は川沿いを歩き回ってこんなに時間をかけたのにこれだけだ。この周辺の黄金はほとんど掘り尽くしたかもしれない。山では見つからなかった。でも視界が開けた場所から向こうの川辺にいいものが見えた。これは野生のクルミの木だ。樹皮や葉にはジュグロンっていう成分が含まれている。これで魚を酔わせることができる。樹皮を剥いで思い切り叩き潰して水に入れれば魚は酒に酔ったみたいに動きが鈍う。ほとんど剥がせた。少し木質が残ってるけど問題ない。これだけあれば十分だ。今日はこれで勝負する。あとは魚を入れる道具が必要だ。オッケー。全力で叩いて細かくする。
2回目も完了。あとは水に投入するだけだ。柳やくるみを使うときは流れの緩い場所を選ぶのがコツだ。水ナムが弱いところな。まだ粗い部分はもう一度叩いて水に戻す。水が濃い茶色に変わった。効いてきてるはずだ。下流側を確認してみよう。あそこだ。見えるか？あの辺りだ。ゆっくり、ゆっくり。おっ。来た来た。うわ、橋に寄ってる。でかいぞ。葉っぱで逃げ道を塞いだ。ここにも大きいのがいる。逃がさない。ナイス。取れた。さっきの大物だ。見たか。小さいのもいるな。よし。大物ゲット。一気に2匹だ。逃げた。うまく隠れてるな。もう少し深く叩いてみる。あそこに大きいのが見える。でも効き目が弱くなってきたな。よーし、来た。ここは肉を食わない魚もいるらしい。ジュグロンは聞いてくれよ。持ってきたクルミの樹皮は全部潰してもう水に入れた。あとは待つだけだ。戻ってきたらもう真っ暗だ。まずは火を起こす。お？重いぞ。
見てくれ、パンパンだ。どうだ。味はどうだろう。外はカリッと、中はふっくらだ。今回は火加減もうまくいった。頭までしっかり焼けてる。あ腹いっぱいだ。でも、本番は、ここから。この魚の山を全部処理しないといけない。酔った魚はすぐに内臓を抜く。この森じゃ、もう生きていけないかもしれない。どうやら問題に直面している。今日はこれまでで一番腹いっぱい食べた日だ。おはよう。いい朝だ。昨日の収穫は一晩じっくりいぶしていい感じの干物になったよ。しかも黄金もまだたっぷりある。これは昨日仕込んでおいたわけ。今日はしっかりごちそうだ。一番長い竹筒で魚鍋とスープをじっくり煮込む。よーし。あとは時間に任せるだけだ。この置き火を使ってじっくり炙っていく。魚に竹の香りをしっかり移すんだ。その方が断然うまい。このくらいの乾き具合でちょうどいい。好烫，好烫，好烫，好烫！よし、いい感じだ。ちょっと味見してみよう。しっかり煮込まれてる。おお。いぶした魚は身がギュッと締まってるな。
あ。中には3種類の魚が入っている。これは旗の仲間か。うわぁ、すごいな。どの魚にも、ちゃんと竹の爽やかな香りがついてる。ああ。このスープ、めちゃくちゃうまい。うん。ああ。ああ。ああ。たまらないな。釣り竿もあるし、保存食もある。となれば次は黄金を仕上げよう。見てくれ。黄金は全部ここに隠してある。石はひんやりしているから保存にちょうどいいんだ。最近、ほとんど雨が降らない。シェルター前の水場も干上がった。だから水を汲みに行く必要がある。上流へ数十メートルほど登らないといけない。よし、黄金の処理は終わった。でも寒いなあ。ちょっと、火に当たろう。寒すぎるな。どうやら問題が出てきた。この森は、もう今の俺には生き延びられる環境じゃない。これからのことを考えよう。前に干しておいた草はこんな感じだ。この状態が一番丈夫なんだ。粘りもかなり強くなっている。しっかり滑らかにしていく。この鶴は本当に強い。5キロくらいなら余裕で耐える。最低でも3から4まで本は作っておきたい。よーし。これだけあれば罠もたくさん仕掛けられる。よーし。ロープ完成。決めた。この森じゃもう無理だ。場所を変えよう。まずは小さい黄金をいぶしておく。移動するならさらに奥へ入る。そのために必要なのは長時間火を保てる火種だ。まずは材料を集めて、しっかりした火種を作る。確か、下の開けた場所に一本、ヤマキがあったはずだ。そのヤマキの樹皮で作る火種は、持ちが抜群にいい。
野外では生きるのに役立つものは全部覚えておく。前にここで弦を切ったけど、今日こんな形で役立つとはな。ヤマキの樹皮で作る火種は、本当に長く燃え続ける。ただし選ぶのは、外側の腐った樹皮と内側の膜の、その間にあるそうだ。繊維がはっきり見える。叩くときは必ず優しく繊維を切らないようにほぐしていく。このくらいで十分だ。ちゃんとほぐれているけど、まだ切れていない。きつく、しっかり縛る。よーし。これで半分はできた。火のそばでしっかり乾かす。次は、一番大事な外側のケースだ。ぴったりはまった。これで一組だ。よし。あとは少し短く整えるだけ。出発するときに中に火を入れてしばらく燃やしてから蓋をする。後ろもちゃんと塞いである。真ん中にわずかな隙間を残す。空気の通り道だ。だから長く火が持つ。これで火種も完成だ。あとは夜を越すための食料だ。黄金はもう焼いてある。さらに、魚も焼く。今日は思い切り食べる。ナイス。魚を肉し食べて、黄金も食べた。今日は完全に満腹だ。
今日はこれまでで一番食べた。魚もかなりの量を行ったし、黄金も5、6個は食べた。ああ、やっと、少し腹が張る感覚がある。もう何も言わずに寝よう。雪が降ってきた。流れに逆らうなら、まずはその流れを断つことだ。災難はいつも俺より一歩遅れてくる。昨日は雑用が多すぎて、移動前の準備は火起こし道具を一つ作っただけだ。まずは何か食べて体力をつける。それから今日の作業に取り掛かる。時間がないから今日は炭火焼きだ。おととい、いぶしておいた半乾きの魚をそのまま炭に乗せる。見た目は地味だけど、味は間違いない。火種も確保できたし、移動前に具を強化しておきたい。このままだとどんどん冷え込む。前に草スカートを作った場所にヤシがあった。その繊維を集めて長袖と長ズボンを作る。服作りにはかなり時間がかかる。だが防寒対策はこれからのサバイバルを大きく左右する。今は渇水期だ。前はここに水があったが、今はすっかり干上がっている。流れに逆らうなら先に流れを断つ。今日は繊維集めだ。ナイフを使うから先にしっかり研いでおく。よし、急ごう。靴を履けば暖かい。だがスピードが落ちる。今は脱いで裸足で行く。速度優先だ。限界が来たらまた履く。到着した。雨か？着いた。あれが草スカートを作ったヤシの木だ。ここにも一本。少し傷んだ繊維はロープ作りにちょうどいい。今日は本当に天候が不安定だ。にわか雨が降ったり止んだりだ。早くシェルターへ戻らないと。それから急いで薪を確保する。この束で200本以上はあるだろう。きつく縛ってある。服とズボンを作るには十分だ。次は薪をできるだけ集めて、戻ってから一気に仕上げる。
ああ。これ、想像以上に暖かい。始めよう。服を作る前に、まずは大量のロープが必要だ。普通の鶴は乾くと脆くなるが、これは違う。まず、細く裂いていく。しゃがみ続けて腰がやられる。だが今は食料の備蓄がある。それがなければ挑戦すらできない。この作業は想像以上にきつい。もう火も傾いてきた。ひとまずロープを編み、夜も続けることになるだろう。できた。細さもちょうどいい。これで全て縫い合わせる。魚スープも完成した。少し食べて作業を再開する。昨夜もこれだけ編んだ。足りるかはわからないが、まずは形にしていく。腕の長さを測る。ここが竹ぶりの糸穴だ。竹張り完成した。大きい方を下に、小さい方を内側へ折る。そして縫い合わせる。しっかり締める。円をかがるように。まずブロック状に仕上げ、最後につなぎ合わせる。
昨夜も追加で編んだ。一気に仕上げる。それから移動だ。日も外へ移さなければならない。はっきりと感じる。気温が一気に落ちている。刺すような寒さだ。だいたいこんな形だ。これを縫い合わせていく。改良した竹針だ。穴を2つ開けた。こちらに結び目を作る。こうしておけば、ロープが針の向きに沿って自然に通る。やはり判断は正しかった。雪だ。災難はいつも一歩遅い。それを肌で感じる。なんだこの汚れは。火を強くしすぎたか。触りすぎたな。この温度の急激な低下がわかる。よし、服が完成すれば問題ない。こうして一枚にまとめ、服とズボンの形に仕立てる。保温力は十分だ。大きなパーツが2枚できた。あとは仕上げだけだ。完成だ。着替えてみよう。暖かい。最高だ。体が一気に軽くなる。いい。本当に快適だ。悪くないな。よーし。靴もできた。もう役目を終えた。どうだ。悪くないだろう。本当に暖かい。これから安心だ。まだ繊維は余っている。少し食事を済ませて、残りで毛布も作ろう。焼けるまでの間に残りの繊維でコップを作る。
これは非常に燃えやすい。だから焚き火とは距離を取っておく。